何も考えず乗っちゃった。トヨタ車の試乗会だけど厳しいこと言っちゃうかもしれない。タクシーと当選。大抵最初の何分加速気持ちいいじゃないですか。スーってハイブリッドハイブリッドひょこひょこしますよね。ひょこひょこする。見られてます。本当に見てるんですよ。でも後席乗ってないじゃん。乗ってないですね、こういうのは聞けるじゃないですか。嫌なことというかね、いや全然やらない。なんて言うんでしょう、いやこっちになって。ここに試乗会がもっといい車作りの現場なんだということは、よくわかりました。こんにちは、トヨタイムズの森田京之介です。今日は横浜みなとみらいにやってきました。ここでクラウンの試乗会が行われていまして、そこにですね、我々が以前もっといい車とは何なのかを聞いた自動車研究家の山本慎也さんも参加しているそうです。で、山本さん曰くですね、その試乗会というのはもっといい車作りの現場なんだということだそうなんですね。一体どういうことなのか取材してきます。今試乗会の会場に山本慎也さんいらっしゃいましたね。これ受付ってことですね。どうもよろしくお願いします。お願いします。今試乗会の受付を受付をしてきました。これいつもの流れですね。山本様。あ、本当だ。あ、でスケジュール書いてあってそう参考資料。参考資料もちゃんと。今日はこの前もっといい車が何かっていうのを、ヤリスとビッツを比べて教えてもらったじゃないですか。はい。でここもこの試乗会という現場ももっといい車作りの現場であると。そうです。それどういうことなんだとうんいうのを今日は見せていただきたいなと思っております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんで試乗会の、はもう深夜さんの動きに密着ってことなんで、まあ本当ある意味いつも通りというかルーティンで、はい。まあいつもの僕としてはいつものことなので。今、心持ちとしてはどういう心持ちなんですか、この段階だと。僕はだからもうエンジニアと対決ですよ。対決、僕もともとね自動車メーカーの開発にもいたので、作り手の人の気持ちと、まあ、今はジャーナリストしか乗り手の気持ち両方の気持ちが分かるから、それがどう再現されてるかっていうのを確認する。そのためにはただの漠然と乗るんじゃなくて、ちゃんと開発者がどういう車にしたかった、どういうお客さんに勧める車だみたいなところをしっかりと聞いた上で乗りたい。お客さんの気持ちになったつもりで乗って代弁するっていうのが僕らの役目だから、買いたい人の気持ちになって乗らないといけない。でまずそれが一つだ。今度作ってる人も作り手としての思いがあるわけじゃないですか、はい、でそれをやっぱり聞かないと、単純にここでただ聞いてあそうですかじゃなくて、お互いこうメーカーの人は僕らが言ったことに対して、それがもしその今後に役に立つものであればフィードバックしてくれる、僕らもそういうことがあるから本気のやり取りをする。だから開発段階は一応もう終わって世に出ているものであっても、今後の改良に生かすためのフィードバックを開発側としても得られる場なわけですね。だから戦いなんですよ。戦いですね、だからトヨタイムズだけど多分で今回トヨタ車の試乗会だけど厳しいこと言っちゃうかもしれない。でもそれはしょうがない、そこは仕方ないですもん、事実、もっといい車のためとか。はい、実際もうこうやって車がこうバーって並んでますね。もう始まっちゃったんですけど、ね、あ、本当だ、動いてる動いてる、これみんなここから出てる。見てください。まあここは今回はね、これ展示車両ですね、これ4台エステート4台並び。あ、で今ほらスポーツが出ていく、スポーツほらかっこいいな。10号車10号車、はいはい、セダン FCV、はい、じゃあ行きましょう。これですね、さあ私も初めてですね、クラウンのセダン、これ FCEV ということで水素の燃料電池車ですね。今乗りやすかったですか？あ、ちょっと何も考えず乗っちゃった。でも何も考えず乗れた。乗れた。はい、じゃあ合格。そっかはい、あとはカップまあこれカップホルダーは後で指摘しなきゃいけないんですけど、指摘しなきゃいけない。何ですかこれどっちが運転席用か分かります？わかんないです。でしょ？
あ、それが分かんないといけないんですか？だって分かんないと、もし僕が例えば紅茶を飲んでます、はい、森田さんはコーヒー飲んでます、逆飲んじゃったら嫌じゃないですか。確かに。出発です。よろしくお願いします。お願いします。ね、さっき言ってたその、この道結構最初のザラザラ気になるよって言うけど、意外と優雅な、そのさっき言ってた全席快適。やっぱり FC だからやっぱ圧倒的に静かですよね。本当に音しないですね、さっきシームレスなこう上質感みたいなことがキーワードとして上がってましたけど、上質っていうのはこういうことですね。うわー、静か。でこれ今回 FCV なんですけど、はい、エンジン乗ってないから静かなんじゃないってみんな思うじゃないですか。違うんですか？だってエンジンの音がしないっていうことは、はい、音の発生源がないから、はい、違う音が気づくようなんですよ。ああ、気づくし気になるようになっちゃうかもしれない。例えば風切り音もそうだし、ロードノイズもそうだし、もっと言うとワイパーの音とかね、なるほど、ウインカーの音とか、そういうところまで気になっちゃう。市場はまあいつも森田さんに前言ったように別に、キーッとか走ることもないんですよ。もう普段通り。普段通りですよ。まあ一応僕は同じ道を一応選んで乗ってるんですけど、はい、ただその間もできるだけ同じ操作、同じ速度みたいなのは心がけてます。あ、一定に保とうとする。じゃあ乗り終わった後にはそこはもう深夜さんの中で一つある程度答えが出るわけですか？もう出てるかもしれない。早い、もう出てるかもしれない。まだだって乗ってから5分ぐらいです。さあ高速にさあこっから乗りますね。はい。ちょっとまた違うことを確かめていくと。あ、加速。そう、気持ちいいじゃないですか。やっぱり FC は気持ちいいですよね。ねえ、だから音がしないことも気持ちいいんですよ。そうですね、スッっていう、スーって、でこれで大体これで一周帰ってきたから、もうこれが山本深夜コースですね。そう、ちゃんと高速も乗りましたし、一般道もちゃんと、一般道の結構くねくねとしたところも走りましたし、そうで舗装がこう滑らかなところとザラザラしてるところみたいなね。帰ってきましたよ。次これがスポーツハイブリッドでかっこいい。一番いい赤。先味良くないですか？これめちゃくちゃいいですよ。だからデザイン的には一番素敵ですよね。スポーティーですね。そうでまあフロントもそうなんですけど、このリアのそうリアがね、このプリッとした感じ、ここですよね。この張り出しというかね、これはトヨタのプレス泣かせと言われた、多分今トヨタの持ってるプレスの中で一番限界のこのっていう、そうか、これを作り出すのがやっぱ技術が必要なわけですね。そうでは再び乗り込みますと、今度は乗り込みがどうか。よいしょ。さっきよりもちょっとやっぱ高い感じがしますね。さっきと比べてドアどうでした？こっちの方が多分ドアの閉まる音とかも軽いと思いますよ。軽い。重厚感みたいなもの。重厚感は向こうのが上で。じゃあ行きましょう。今度はスポーツハイブリッド。さっきと違いません？明らかにFCV とやっぱハイブリッドの違いが分かりますね。改正して今エンジンかかった。かかりましたね。やっぱエンジンがあるのとないのは結構違うんだっていうのが分かりますね。最初に静かな車乗っちゃうと静かなはずなのに、確かにって思っちゃうんですよ。順番大事だな。順番も大事なんですけども、これはしょうがないし、まあそれで騙されちゃダメよねっていうのもあるんですよ。でさらに車はクラウンスポーツと言います。で清水さんもこの車は走って楽しい車なんだ。やっぱ楽しいか楽しくないかっていうところで乗り心地は硬いか柔らかいとかそういうものではないんだって言ってましたよね。同じ道を行きます。
今回のクラウンはちゃんと4つ種類を設けて、4つにちゃんとキャラクターがあるから、これでこのスポーツでそう一番満足する人が絶対にいて、そうこのデザインいいよねってなればそれでいいし、このキビキビ走るのがいいんだよ。だからさっき乗ったセダンは一番ロイヤルを受け継いでる。いやーなるほどね。だから優しいし柔らかいしスムーズだし、で逆にはあこのスポーツは多分一番アスリートを継承してると思うんですよ。だからキビキビ走るし、こうダイレクトだし、だけどちょっと引き締まってるよね。いやなんかね、そう4つにするとクラウンらしさみたいな今まで連なってきたものはブレるんじゃないかって一般的に考えそうじゃないですか。だけど今までらしさ出したいところを仕方なく諦めてた部分があって、そう、あと強引にそうしてたってところもありますよね。ああ、そこをこうある意味大胆に追求できるようにそうそれぞれの方向性でねなったっていうのは一つ、そっか、革新と挑戦っていうのはまあそういうことなんですね。だからそこは結構今回のクラウンは1台だけで語っちゃいけない。4つあるからこの子が引き立つみたいな。そっか、あなた方のフラッグシップっていう言葉はそういう意味があるんですね。これどうですか、高速に入ってのこのスポーツの走り。ちょっとひょこひょこしますよね。ひょこひょこする。ちょっと縦揺れが収まらないとこないですか。それこそこの継ぎ目継ぎ目じゃなくて路面の細かい、なんていうんだろう、細かいギャップに対して意外とねいや、そう、さっきと比べてさっきあんまこういうのなかったか。なかったでしょ。スッと曲がっていく感じは確実にこの子の方が俊敏なんですよ。こっちの方がシュッと曲がる感じがありますよ。最初にね、楽しいか楽しくないかっていうことでしたけど、でもゆっくり走っても楽しいですよね、この車は。だちょっとこう、なんていうんだろう、いい意味で心拍数が上がる。セダンはいい意味で心拍数が下がるんですよ。落とす感じですよね。そう、落ち着くんですよ。ああ、確かにこの日常と比べてちょっとしたこの触れがどっちに行くか。そこは本当に4つあってどれ選ぶっていう。へえ、なるほど。ここで心拍数で表すっていうのは一個また技ですね、これ。そう。さあ、そして、今日の最後。今日の最後。これが、セダンのハイブリッド。セダンのハイブリッド。さっきはね、 FCV 静かでしたけど、めちゃめちゃ静かだった。これエンジン乗っかってますからね。どれぐらい違うかですね。はい。ちょっと乗ってみましょうか。お願いします。あ、やっぱりスポーツより乗り込みやすいかも。ではハイブリッド。おっと、これさっきと同じ道です。入ってくる音の入り方も違いますよね。そうです、結構違いますね。本当にこう FCV はサイレントって感じですよね。 FCV 乗っちゃうとちょっと厳しいなっていう感じ。でも多分それはね FCV に先に乗ったから絶対それ感じてると思う。いや、そうですね。ほら、ああいう若い女子だって見るんですよ。見られてます。本当に見てんですよ。見られてますよ。やっぱり気になるんですよ。新しいクラウンだっていうのが。ね。だからすごいことですよ。でさっきのスポーツと比べるとやっぱり路面が違いますよ。縦揺れがないですよ。あとこの継ぎ目の乗り越えが優しいですよ。ああ、継ぎ目の乗り越え優しいかも。確かにこれスポーツとは違いますね。そう、これ確実にスポーツ。だからこれは FCV とかなり似てる。あ、こんな快適なもんか、やっぱり。そこはやっぱりパートレーンが変わってもそこは全くブレてない。優先順位あるんですか？ここからまず確認して。褒めるところは褒める。だからよくね、自動車ジャーナリズムは否定してこそ自動車ジャーナリズムだって言うけど、それ僕間違いだと思ってて、もちろん否定しなきゃいけないところもあるんだけど、
そのためには褒めるところも必要なんですよ。いいとこないわけいいないですからとこないわけないんだから、いいとこもちゃんと指摘してあげる必要は確実にある。で3台乗り終わりましたけど、でも後席乗ってないじゃないですか。乗ってないです。それはもう運転してもらう人が必要じゃない。はい。で、片山さん、こんにちは。どうぞどうぞ。よろしく。リアコンフォートモードを試したいので、片山さんにお願いしたいんですよ。凄腕の片山さん。そうです。よろしくお願いします。お願いします。片山さん運転してくださる。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。あ、いいですか？行きましょう。後席も試せる。よろしくお願いします。クラウン、特にこのセダンタイプはショーファーニーズショーファーニーズもあるからね。あるということなんで、後席の乗り心地も試乗会においては確認すると。これ大事なことだということですね。よろしくお願いします。で、はい。いつもは一人で乗るじゃないですか。はい。そうすると片山さんとかに頼んで運転してもらう。なるほど。まず、その、なんていうんですか、この後席の、その空間はもう申し分ないですよね。で、ちょっと、はい。多分運転席より高めじゃないですか、ポジション明らかにだって片山さんと私の頭の位置違いますね。そう。だからそういう意味でも、で、頭はもちゃんとあるじゃないですか。そうですね。かといって頭が狭いわけではない。だから意外とセダンだけど、割とこう、なんてシアターレイアウトみたいな。そういうことですね。だから、前の景色がよく見える。よく見える。だから、視覚的にも広いみたいなね。はあ、確かに言われてみればそうですね。窓からの景色もよく見えますね。そっか、もっと沈み込んでるのかと思いきや、そんなことない。もっとこう、狭い空間かなと思いきや、実は。センチュリーという究極の40キロの乗り心地スペシャルみたいな車があった時に、それはまあ LS だったり、まあ、当時僕が一番最初のセルシオとかもやってたりするんですけど、ずっとそのあたりは自分たちの中では追い求めては言いますけどね。一応乗り心地のスペシャルを超えたい、なんだけども、なかなかもう本当にここまでやったことってあんまりなくね、こういうのが聞けるじゃないですか。この車内の会話ならでは。でまずは開発者に対決に行きましょう。来た。僕一番楽しみにしてたやつですよ。はい。行きましょう。ということで対決の場というふうにあんまりそう言わない。深夜さんがおっしゃってましたけども、3台乗ってきた上で清水さんとどんな会話があるのか。そうですよね。ここだからフィードバックでもあるんで、メモが必要なんですよ。いやでもセダンはちょっとびっくり。でもキャラがちゃんと分かった。いや FC めちゃくちゃいいですよ。いや未来と比べちゃったりもしたんですけど、明らかに静か。いや本当にそうで、あとね乗り味がやっぱりそのプレゼンの時おっしゃってたみたいに全てが優しい、滑らかです、でそういう意味では一番クラウンのロイヤルを継承してるのは確実にセダンで、その一方でスポーツは明らかにアスリートなんですよ。スポーツですね。そうスポーツそう、そこはものすごいキャラクターはぶれてない、だから確かにスポーツの方が乗り心地っていう意味では、例えばちょっと伏せた路面で真上がちょっとひょこひょこしちゃうところもあるけど、でもあれだけ機敏に車が動いてくれるんだったらとか、21インチタイヤ履いてるんだったらと考えると全然許せる範囲で、気になるところがあって、ちょっと小さくなりましたカップホルダーってどっちが運転席側ですか？僕はですね、入れるものによって変えてます。あれ僕ね、コーヒースタバは
なんでペットボトルは後ろなんでなんでシステム出力覚えてるにTGS EHS だと170ぐらいだっけ170弱です。弱ぐらい、キロワットぐらい、今回180で、やっぱその分パワーも上がってますし、まあ、有段変速による直結感とか、有段トランスミッション呼吸の差はそうですよ、まあ、そこが狙いでした。でもなんかね、アイドル一回止まってかかるときにあれは何がやっぱ縦置きの弊害。いや、縦置きの弊害ではなくですね、指導時振動と呼ばれているものなんですけど、あとちょっとマルチステージちょっと不利なところありまして、駆動力としてエンジンのトルクを増幅してくれるっていうのがマルチの特徴にあります。だその分エンジンの影響っていうのを受けやすい、振動も増幅しちゃう。なので駆動力も出してくれるいいアイテムなんですけど、振動に対してちょっと不利なので、そこを、不利なところからスタートして積み上げて頑張ってるところはあるんですけど、多分ご指摘いただいたように気になっちゃうよねっていうのは FR というよりはなんでマルチステージのちょっと不利な部分かなと。でも驚いたのはそのハイブリッドと FC が乗り味がほとんど一緒。 FC の方がやっぱ乗り味がいいとこから出発してて、というのはご存知のように未来が大変いいところにいますと。でそこからさらに積み上げしていくとやっぱりいい方に行くんですけど、やっぱハイブリッドならではの素性のところがあるんですから、ここをいかに近づけるかっていうのが今回一番、でもすごいチャレンジです。すごいそこはかなりどっちに乗っても差がない。ありがとうございます。そのクラウンらしさみたいなことを考えたときに1個しか作れないとやっぱどっか諦めなきゃいけないっていうことがいくつも重なって、結局こう尖ってる部分のないものになってきてたものがこうやって4つあることでそれぞれこうらしさをこう出せるみたいなところがあるんじゃないかみたいな会話になったんですけど、まさしくです。そこが作ってる側も開発側もまさにそうです。やっぱりそういう、ある意味多様性ですよね。スポーティーにクラウンを乗りたい人も実用的なクラウンなんで、やっぱそこはうまくそういう時代もやっぱあったし、我々は今回思いっきり原点に帰るということをしながら、やっぱり改めてセダンだけじゃなくてもいいんじゃないっていう考えもやっぱありましたし。でもね、今日ね実際2人で乗っててセダン走ってて若い人が二度見するんですよ、本当にね。したね。いや本当に明らかに見てる見てるっていう。二度見っていうのはこの車を見たってことですよね。だからそういう意味ではやっぱりそういう感性を若い人が持ってるっていうのをすごい感じた。感性に響くデザインというか、目を引くデザインというのはどの車もかなり意識した。当然嫌なことというかね、全然嫌ななんて言うんでしょう、いやこっちに嫌とは思ってとはいえこっちにもこういう事情があるのになみたいなことも言われることもあるわけですよね。こういう試乗会の場っていうのはどういう思いで参加されてるんですか？でもそこはなんていうんだろう、やっぱ僕らの開発って、外を見ながらやりつつも、やっぱりものすごく閉じた世界ではあると思いますね。その中でやっぱりいろんな意見いただきながら車をどんどん開発していっていいものを目指していく。でそれをまさしくさっきの話世に問うた時にやっぱどう受け止めていただけるかとか、それはもう本当に僕らも学ぶ姿勢ですよ、基本的に。これいろんなジャーナリストの方いらっしゃるじゃないですか、やっぱ全然違う視点で切り込んでくる感じがあるんですか？ありますよ。あとはやっぱり我々が車作りに込めている思いだとか、この商品の狙いってなんだろうっていう、そこはやっぱり正しくご理解はいただきたい場でもあるんですから、そこはまさしくこういうコミュニケーションを通じてこっちはこういう思いで作ってますよに対していやこうじゃないみたいな、そういうやり取りがやっぱり一番望ましいなと思いますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで後味である開発者との戦いやり取りも終わりまして、はい、もうすっかり日が沈んじゃいましたね。ちゃんと働いてるでしょ。結構しっかりみっちりやりますね。そうだから昼からスタートしてもう日が暮れるまで乗って話してみたいなね。いやそうですね、私試乗会っていうぐらいだから、乗ってフィーリングとか、メモ取るとか、記録するそれは当たり前なんですよだけだっていうイメージだったんです、そうでも本当はそこは
10あるうちのいくつかで本当はそのメーカーの人とのディスカッションっていうのがすごい大事なんですよね。だからやっぱりエンジニアの人もこれはある一つの習慣点なんですよね、もっといい車にしたいから、今回はこのある期限があったから車を出したけど、本人たちはもっといい車にしたいですよ。改善後改善前っていうことが、もう実際ここにあるわけですね。そうでちゃんと改善後の車に乗ってやっぱり良くなってたら僕らもやっぱり良くなってますねってちゃんと言えるじゃないですか、ね、特に車の評価って理性だけでもダメだし感性だけでもダメだし、さらにそこにデザインの話が入ってくるとかいろんな評価項目がある、マルチに見ていかないといけないから、単純に車の運転ができるっていうだけでは成り立たない仕事。いい悪いで丸抜じゃないからこその難しさですね、本当に試乗会がもっといい車作りの現場なんだということは、よく分かりましたんで、これがね他のメーカーになるとまた違った一面が見えてます。またそれも見てみたいです。だから他社行ってみます？トヨタイムズいいのかな？他社行けんのかな。他社聞いてみましょうかね。他社は多分いいって言うと思いますよ。いいですか？トヨタイムズというかトヨタがいいかどうかです。それに行っていいかどうか。多分大丈夫じゃないですか。じゃあ行きましょうか。ちょっと探してみますよ。いいですか？じゃあ次は他社の試乗会に乗り込む、ただそれは僕はメインじゃないです。森田さんがメインで僕はサブで行きます。じゃあ今度はジャーナリストとして他社のメーカーに行ってその車を感じてメーカーの人と対決をすると。いやハードル高っ、分かりました、じゃあちょっとこのもっといい車作りとは何なのかを探す旅、次は他社の試乗会に取材に行きたいと思います。山本慎也さんありがとうございました。